はい。合唱お願いします。大きく深呼吸して、お尻に重心を乗せるのと、背中の力を抜いて、閉じた目で丹田を眺めます。息を大きくふーっと吐きながら、丹田に意識を落としてください。2、3回繰り返していただければと思います。丹田に黄金の光をイメージしながら、呼吸は普通の呼吸に戻してください。丹田に黄金の光のイメージができたら、その光をぐーっと広げてみてください。半径1メーター、直径2メーターほどの大きさからもっと広げていきます。半径3メーター、直径6メーターほどの大きさです。もっと広げます。半径5メーター、直径10メーターほどの黄金の光です。もっと広げてみてください。霊的な感覚です。物質的なものは関係ありません。ぐーっと広げてください。その黄金の光をそのままにしながら、主への感謝の思いを捧げていただければと思います。主からご世話をいただき、存在を許されたことに対して、この黄金の光の中で感謝のための感謝をお願いします。大宇宙の根本心、主エル・カンターレ、大川隆法総裁先生、私たちにご生をいただき、存在をお許しいただきましたことに、心から感謝申し上げます。総裁先生、おいただきまして、本当にいつもありがとうございます。エレナさんの方にお会いいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。うんうん。はい。はい。総裁先生、ありがとうございます。うん、はい。お言葉いただければと思います。お願いします。そうね、もうはっきり言って、ここまで来たらね、もう乗っ取りの域ですよ。ね。うん。なんで、そういう相談をね、私は作った覚えはない。そして、教団としてね、やっていくとしてもね、今のやり方、考え方、こういったものをそのまま、続けていくというのはね、やはり違うだろうと思いますね。幹部が今、残っている者たちがね、みんな考えてやってると思います。だけれどもそれに対してね、それは違うということを幹部の同士のね、中で意見を出すことができない、あるいは出したら、もうやめていかなくちゃならないというようなことが実際起きてるわけですね。そういった三次元的な状況を見てもね、おかしいとわかるでしょ。わからなきゃいかんよね。うん。宗教だから上から、言われた通りに聞かなきゃならないんだと。それはね、法をしっかりと守っている時の話です。法の中で動いている時には、それはその通りです。守らなきゃならないし、上から言われた通り、従順にね、聞かなきゃならん。しかし、
もうすでに法そのものがあまりにも短い期間の間にね、これほど崩れて、そんなに何冊もね、経典をやり替えるということに至ってはね、もう三次元的に見ておかしいと思わなきゃならないんですよ。そしてそれを声を上げた者たちは、やめていかざるを得なくなって、みんな離れていく。そうしたらどうなるんですか？賛成する人だけが残って、そういう者たちの思うツボですね。本当はね、私はね、やめてほしくなかった。そうやって勇気を出してね、声を上げた者が初期の頃にいたはずです。その人たちにね、本当はやめてほしくなかった。教団の中に残って戦ってほしかったんですよ。だけれどもみんなね、居心地が悪くなって、入れなくなって、辞めさされたり、自分から辞めていったりしてね、離れていったわけでしょう。それは、ある意味、見捨てたと言われても仕方がないね。そんなことすれば、ますます中にいる人間の中で、ね、この今のやり方に賛成する人たちの割合がどんどん多くなって、ますます力を発揮するようになるでしょう。それをね、ちょっと考えてほしかったなということは思います。大変だろうと思う。苦しいだろうと思う。しかし踏ん張って、とどまって、そこでね、声を上げ続けてほしかったんですよ。ね。やめたら、その人は楽になるでしょう。その問題からは逃れられるかもしれない。しかし、人類はどうですか？縛られたままになるんですよ。その誤った考えで、推し進めた方を曲げたやり方で、世の中の人を縛り上げていく。それはいずれ辞めた本人にも返ってきますね。そうなってからでは、あとやり返すのがとても大変だ。だから本当は辞めてほしくなかったんですよ。そういう人たちがそれぞれに同じ思いを持っている人たちが力を合わせて共に戦ってほしかった。しかしね、今更それを言ってもね、もう仕方のない話だと思いますけれども、心ある者がいるならば帰ってきなさい。ね。あなたたちは声を上げて、この法を守る義務があります。使命があります。それをやってほしいんですね。なので今ね、意味軸もこれからのどうやっていくかというね、計画を話をしていたけれども、そもそもやはりそのような声を上げ続ける人たちが増えてこなければどうしようもない話です。教団の中にいる人たちはね、ある意味、堅固にね、守られてるわけです。その立場であったり、財産であったり、地位であったり、いろいろなもので二重三重に守られているわけですよ。強いですよ。だからね。その強い立場の者たちがね、考えが間違ったらどうなりますか？人類のこれから先の未来がね、大きく変わっていってしまうわけです。それを私は望んではいない。私の説いた法は3000年先の人類にまで届くという思いで説いた法です。私が在世している間には、それは修正もしました。ね。これはもう違ったというところはね、早く変えました。それはあるでしょう。
しかしね、それは私にできることであって、弟子がすることではないんですよ。弟子はね、法を広めることをするべきなんです。主になり代わってね、法を曲げるということはあってはならん。あってはならないことです。3000年先の人類にどのように言い訳しますか？彼らがどのような世界に生きているか、その時、今ある法がどのような形になっているのか、そこまで考えていますか？彼らをして幸福たらしめるための法を私は説いた。しかし、それがわずか3年やそこらで、そんなに入れ替えてしまって良いのだろうかと疑問に思わなければ嘘です。それがわからないならば、その職を辞しなさい。わからないならば、その立場を返しなさい。そうするべきです。そしてこの肩書きについていっている人々もよく考えてほしい。今何が起きているのか、それが何を意味するのか、よく考えてほしい。未来の人類に、後に来る人々たちに、あなたは一体何ができるか、何を残すことができるか、この法以外に何ができますか？たった一つのこの法を曲げられてしまったものを残しますか？伝えますか？その先に人類の未来はどのようにあると思いますか？考えてほしいと思います。計画はいろいろあるでしょう。ね。だから、今、これをね、気づいて動かなければならないと思っている者たちができること、その中でやはり法を守り続けるために努力してほしいと思います。もしそれができなければ、できないなりの未来が展開するということです。そして人類はもう一度大きな学びをしなければならない時がやってくるでしょう。いずれにしても未来はやってきます。どのような未来であるか、それは今種をまいているんだと思ってください。いいですね。以上です。はい。ありがとうございます。そうですね。しっかりと法を残していきたいと思います。私たちが変えていいようなものではないと思います。一種のほどに私たちが理解できると思ってませんので、しっかりと本物を残していきます。うん。はい。ありがとうございました。はい。はい。どうもありがとうございました。
はい、エレナさん監督。はいうん。やはりね、皆の人たちのためにも絶対にこうね、負けてはならないですね。うん。外からどうやって変えれることができるかしっかり考えてやっていきましょう。やはり仲間を増やすことですね。で、声を上げる人を増やすことだと思います。で、今、主が言われたように、教団から去った人たち、声をかけれることができればね、かけていきたいと思います。館長クラスとか職員のね、方たちで、幸福の科学を去った方たち、今がおかしいと思って去った方たち、どうかね、私のところに連絡ください。どうかこちらの方に連絡ください。そして、この教団のこの曲がったところ、私が霊言できるできないというのは、二の次に置いてください。今曲がってるこの教団の主からいただいた方を曲げてるところだけでもいいから、一緒に正していきましょう。このままでは絶対ダメです。だから皆さん出て行ったんでしょ。主の教えを守れないから、守ってないから嫌で出て行ったんでしょ。だったら、きちんと主の残されたものをきちっと残していきましょう。たった一言でもね、一時でもね、今は変えちゃダメなんですよ。主が説かれた時代と今と何にも変わってません。で、私たちは主から作られたものです。作ったものと作られたものの差を考えてみてください。その一言に含まれる意味がどれほどの私たちの認識力と主の認識力の違いがあるかということは考えただけでもわかるんじゃなかろうかと思うんですね。ですから法を守るというところで集まっていただければと思います。いろんな肩書きがあるかもしれんし、自分の立場がねおかしくなるという方もおられるかもしれません。しかし集まってください。連絡ください。いよいよもって教団改革、相談改革ですね。教団を相談に戻し、法を守るものを団体としてね、法を守る団体に戻していきたいと思います。力を合わせていきましょう。こんなこと言うとまたね、うちの、登録数が減るかもしれませんけども、そんな問題じゃないんですよね。人類に関わることなんですね。そしてこれは地球だけではなくて宇宙にも広がっています。宇宙の方たちがじーっと地球人を今見てるとこです。どうするか。ましてや仏法真理を学んだ者たちをじーっと見てるはずなんです。どうするか。どう動くのか動かないのか。どのように自分たちの未来を作っていこうとするのかっていうのをね、じーっと見ていると思います。そしてもうダメだと思われたらバシャンとね、ご破産で願いましたされるかもしれません。さあ試されてます。今一人一人が試されてます。集まってきていただければと思います。特に館長とかね、肩書きを持った方、支部長とかもねいいです。肩書きを持って辞められた方、以前ね職員だった方でもいいです。どうかね、連絡ください。お願いします。やっていきましょう。そして堂々とね、名前を挙げてね、堂々と戦っていこうじゃないですか。向こうは隠れてますからね。はい、向こうは自分たちは出ずに支部長を出したり本部長を出したりね、財形の一会員になんで俺たちが出なくちゃいけないんだって支部長で十分だってこう言ってね、自分たちが出した指示でもっておかしいって言ってるんですから、その本人が出なきゃいけないのに末端を出してね、自分たちは知らぬ存在にいますんでね、この汚い卑怯なやつらをね叩き出しましょう。そうですね。そろそろね、やはりそういうふうにね本格的にやらないともうダメかなと思います。これは、七次元で言えば、公的な怒りですね。興奮です。これができなければ八次元のところの話じゃないですね。七次元の中にも折れなくなりますね。はい、これがね、怒りはダメだっていうレベルではね、もう最初からね、もう一遍勉強しなさいっていうところですね。利他の思いになってからの話と、あなたたちね、一般的な自分のことしか考えてない人の怒りとは違いますんで、どうかね、集まってきていただいて、しっかりとこの悪に対して戦っていく。
悪を排除していくという、これはね、しっかりやらなくちゃいけないと思いますので、皆さん集まっていただければと思います。連絡ください。うちの方の受付がありますので、連絡していただければと思います。はい、エレナさんの方から何かありますか？はい。今日は主が、今までも厳しくおっしゃることはあったんですけれど、また一段と厳しくおっしゃったなと思っています。もう本当に、背に腹は変えられないぐらいのところまで来てるんだろうと思いますし、もう本気になってやらなきゃいけないんだなって思いました。もうだって未来の人類のことを考えたらどこまで曲がっていくのって思っちゃって、私ももうそれはやっぱり食い止めなきゃならないだろうと思いました。そして本当に離れていかれた方たち、勇気を出していただきたいと思います。やっぱりね、一人一人思ってることあると思いますし、肝心なところでは力をね合わせてやっていく必要もあると思いますし、集まってきていただければと思います。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、監督の方からも一言お願いします。はい。主の言葉を非常に重く受け止めました。日本がこのままではなくなる未来が予想できましたし、地球も危ないなって心から感じられましたので、これを主の言葉をちゃんと伝えて動いていきたいと思いました。そうですね、自分がそれを負に落ちたかどうかっていうのは動けるかどうかで判断できますね。さあ本当に本格的にね、変革していく時です。変えていく時です。政治の方でもみんないろんな方が立ち上がってますよね。おかしいと言ってね、自分の命をね投げ打ってでも動いている方たちおられますよね。それを見てね、恥ずかしいと思いませんか？動かないでいることが。ですね。この仏法真理を学んだ方たちにそのチャンスをね、私たちは与えてもらってるんですよ。この大いなる法を守るチャンスを、宝を宝として磨き上げるチャンスをね、いただけてるんですよね。そこになんとかね、参画していただければと思います。逃げても仕方ないです。逃げてもどこまでも追いかけてきますので、みんなと一緒に立ち上がっていきたいと思います。そうですね。問題はだんだん大きくなりますからね、そのまま。どんどん大きくなっていって、どんどん方も曲がってます。そして洗脳された方はどんどん洗脳が深くなっていって、自分がもうどこにいるかさえ分からなくなってきてると思うんですよね。ある方がね言われました。法を全部書き換えなきゃいけないんだって。そんなことをね本部で言ってるんですよ。言ってるからその会員さんが言ってるんですね、そういうことを。恐ろしいことですね。恐ろしいことなんですよね。それをやってんですよ、今のね理事の方たち、理事長ですね。そしてそれを信じている会員さんがいると、そうですいうことですよね。自分たちはねそんなことないんだって、主が言われたからね変更になってるんだって言って、その根拠はどこにありますか？根拠は、そしてそれを判断した人は誰ですか？弟子でしょ。だと思いますね。もう完全にね本当にねもうおかしくなってます。目が覚めてください。そんくらいのことは理解できるようになっていただきたいと思いますね。本当に残念で仕方ないです。そうですね。でもそういった風に悪さする人に対してはね、ダメよってパチってやっていかなきゃいけないんですね。ダメよ、そっちじゃないよって、間違ってるよって教えてやらなくちゃいけないんです。これも愛なんですよ。黙ってることは愛じゃないんです。調和をね取りたいっていうのはそれは愛でも何でもないんです。それは衰退の道です。これをね間違ってんですよね。間違いには間違いとはっきり言うことが愛です。常にやっていきたいと思います。はい、それでは終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。魂の光セッション、概要欄のリンクからお申し込みください。